はい、こんばんは、村岡正則です。今日の動画はスネコン実況テスト編です。ここは東京湾の川なんですけど、今ね、干潮寸前、ちょっと1時間前ぐらいですかね。先潮が加速してから徐々に弱まってきているようなタイミングです。でそこでね、スネコン150、今最終テストやってまして、こんな感じのね、はい、もう大詰めです。で金型ももう出来上がってて、インジェクションで出した樹脂で最終的なセッティングを出してる段階です。この秋順調にテストを超えてきたんで、2024年発売いけると思うんですけど、実調しながらちょっと使い方、それから130、180との使い分けなんかもね、お話しできればなと思います。よろしくお願いします。はい、でスネコン150なんですけど、スペックですね、サイズは15センチで、13センチと同じような感じのウェイト構造をしてます。中に内部ウェイト5個あって、5個とも1個も固定されてない、5個が全部前後に動いたり左右に動いたりする形で、1個も安定してません。固定化されてません。でその自由に動くこの5個のウェイトが醸し出すですね、バランス取れてないとこでバランスを取るっていうのかな、その結果 S 字が生まれるっていうのがスネコンのねコンセプトなんですけど、13センチで動かしていった理論をねほぼ使っております。はい、こんな感じでですね、今セッティングしてるのはフローティングからシンキングまでいろいろ用意してるんですけど、今もう足元なんで、足元だと30センチぐらいの振り幅でね動くんですけど、多分投げた先だとスローリトリーブだと1メートル幅ぐらいでゆったり動いてると思います。これはフローティングですね。スネコン 150F の方がレンジが入ります。その S 字書かせるために前の方が重いんですね。で要は頭下がりになるんで F の方がこう潜っていっちゃうんですね。でウェイトは 47g ぐらいで落ち着きそうです。45から 47g で今調整してるんで、またね告知しますが、そんぐらいですね。でもう特徴は何といっても変幻自在の、釣り人もコントロールできない、どっちに動くか分かんないこういう S 字ですね。で投げて巻いてくるとちょっと10センチぐらい上流に上がって1メーター以上下にターンして、また上がってターンして上がってターンしてっていう感じで、この軌道の前半はねそういう感じで動きます。でその状態でもめちゃくちゃ釣れるし、今度流れにボディに流れが当たり始めて、筋が一番マックスなのはそのターンの目いっぱいのところですね。でそこから今度一気に流れを受けて上流に今度戻ってくるタイミングなんかでも、シンキングの方なんかはものすごいワイドな S 字を描いてくるので、フローティングがちょっとつんのめっちゃってバランス崩してるのかなみたいな感じで今のところテストしてる実感ですね。今ここ水深 1.5 メーターなんで、多分この F3 って言われてる今の一番潜るタイプだとボトムにね当たっちゃうぐらい、泳がせると沈んでっちゃうんでどうかなって感じはするんですよね。潜っちゃいけないような気がするな。ちょっと画面で違いを説明するのは難しいかもしれないって急に弱気になっておりますが、はい、これが C タイプ ABCDEF123 みたいな感じになります。これもすごい頭つんのめっちゃうんで結構レンジが入ってきます。その代わり低速でもね結構いい感じのクイックな S 字を描くんで、中速で巻けばいいけどスローで巻くと多分どんどん潜ってっちゃうんだと思うんだよな。それがいいのかっていうとあんまりよろしくない。目が変わりますしね、頭下がりの姿勢ってやっぱりちょっとバイトが落ちると思うので、後方重心のウェイト5個中3個が重心移動で後方に行く設計になってまして、130よりは飛ばしやすいですね。130はちょっと若干ファットなんで、ウェイトのね後方重心がちょっと足りてないんですよね。もう設計上目いっぱい後ろに行くように頑張ったんですけど、どうしてもウェイトが足りてないんで若干ね回っちゃうのと、空中の飛行時のウェイトの後ろに行った時の固定具合が、あれはちょっとミスしたのかもしれないなと思うんですけど、多分何かがどれかが動いてしまってて、130投げ込んでる人分かると思うんですけど、空中で S 字書くんですよね。こうヒュンヒュンヒュンって、あれで飛距離をロスしちゃってるところがあって、150はそれが
なくてお尻の方から綺麗に飛んできますんで、まずまずの飛距離が出ます。ガーボッチ150以上飛ぶんで、とてもね武器ですね。だいたい最近のルアーのうちの開発体制は、ユーゴが立山で一生懸命仕上げて、ある程度いった段階を各種のテスターだったり自分に送られてきて、結構今40アイテムぐらい同時に開発してるので、主担当っていうんですかね。例えばエグイドとかスネコン150は自分とか、それからバリストって言ったかな、新編なんかは高橋とかがやってたり、社員テスターでね効率よくやってます。自分はね経営者なんで最終チェック全部してますけれども、自分がねいろいろ教えてきた開発の考え方っていうんですかね、例えばボートシーバスでバカバカ釣ってはい OK ってわけじゃないんですよね。おかっぱりでも釣れなきゃいけないし、ボートシーバスもだから魚がいっぱいいるとこに行くんじゃなくて、もういわゆるそこに1匹いて食わすみたいな釣りだったり、いわゆる明暗だったり、壁ギリギリのね壁打ちだったり、おかっぱりと同じような出し方するようなポイントで、ストラクチャーにね橋脚についてるやつなんかも、おかっぱりだと1箇所の橋脚って次行くのにめちゃくちゃ時間かかりますけど、ボートだともう片っ端から回っていけるんですよね。だからブロイン80とかゼッパー80なんかはもうストラクチャーうちめちゃくちゃやるんですけど、それなんかはもうストラクチャーに当ててどういう反応してくるかとか、ストラクチャー際のシーバスが見切る割合っていうんですかね、そういったのもね検証したりして、でスネコン150はそのストラクチャーに打っていくようなルアーではないと思うんで、こういうだだっ広い、そこで収漁力っていうのかな、この後魚が回遊してくると思うんですけど、やっぱり気づいてもらえる力っていうのをしっかりねチェックしていきたいなと思います。でこれはねストラクチャー打ちと違って時間がかかるんで、自分はワンシーズンずっと延々やり続けて、最終的にこれが食うよなっていう、今当たんないけど魚がいるのか、この辺にね魚が来てんのか来てないのか分かんないんで、あるサンプル投げてた時だけ魚来てたらテストにならないじゃないですか。だからやっぱ何日も何日もフィールド出てやってって、魚がグッと寄ってる時だったら寄ってる時のローテーションでやっぱりこれが断然反応を取るなっていうのを取っていくし、あとは動かしててどういう姿勢でどういう S 字回取りっていうのをね使い込んでいくと130以上にねとても分かるんで、とても楽しいルアーになりました。だからそれでなんか引いてて、これが一番なんか釣れそうな状態をずっとキープしてるなみたいなのを感じながら、いろんな流れの中速すぎたり速すぎるぐらいだったり遅すぎるぐらいだったりやってバランスのいいねとこを見つけたいと。スネコンはウェイトが固定されてないんでサンプル作ったらきりないんですね。130の時は初めてこのスネコンコンセプトでね、スネークコンプレックスっていうヘビになりきれなかったルアーみたいなコンセプトを立ち上げて、で中でウェイトがね5個動いてっていう感じで130やったんですけど、設計上もう何千万通り可能性があるので、どうしたらどうなるっていうのがもうわずかなウェイトのバランス差で決まるんで、もう本当にねたまたま見つけた当たりセッティングを他いっぱい探った中で、これでもう十分いいなっていうところが130でしたね。でもだいぶ理論は確立してきて、150なんかは確固たる動かす理論で動いてるんで、スネークコンプレックスとしては50に続いて150もめちゃくちゃ完成度高いかなと思ってます。2020年発売したら絶対やばい、サイズ的にね秋シーズン強いルアーかなと思うんですけど、熊本なんかで相当いけんじゃないかなって思っております。はい、これが F2 ですね。見た目変わんないですね。若干沈むモデルだから頭下がりの姿勢が緩やかなんで、浅いレンジを引いてくる感じだし、漂う感が出てきますね。ふわふわ感。 F2、F1 がいい感じです。ちょっと一回スネコン130ですね。はい、スネコン130いきます。デカレンズホロいいですね。やっぱ130合ってんな。130はちなみにここではこんな動きします。130はやっぱ軽いんで S 字を上下にも出すんですよね。上に行ったり下に行ったり、これもね実は結構魚を食
吸わせる、空気を誘ってるんですよ。上に行っていわゆるなんだ足元ヒット、ドンナルアーム巻いてくると最後足元で上に向かった時に食ってくるのを、スネコンは突然上方向にも上下にも S 字を描いてるので、軌道がね、その上下のねふわっと上に流れのよれなんか入ると上向きに進もうとする時があって、そういった時は食いますよね。でスネコンシリーズ全部特徴なんですけど、 S 字描いて S 字がこうマックス出たらなんていうかな、動き出した S 字がだんだん振り幅が大きくなってくるんですよね。で今度収束していきます。ちっちゃくなってくる。でちっちゃくなったなってなんとなくこうブインブイン振ってる感じが伝わらなくなったら、一瞬止めて頭を一瞬下げてからまた巻き始めると、また今度 S 字が最大化していく流れが始まるんですよね。で最大化してるとまた今度おとなしくなってくるんで、そしたら一瞬止めてまた巻くって感じでやると、 S 字で誘いたい時はそうやってね S 字をマックスで出しながら引いてこれますんで、ちょっとしたコツです。ただそれがいい時もあるし、デイなんかそっちの方がいいかな。夜なんかはその勝手に S 字が大きくなったり緩んだまましばらく棒みたいに一瞬になるんですけど、そこから何かをきっかけにまた S 字が始まった瞬間食うっていうのも結構あるんで、もう何も考えずゆっくり巻くのもいいですね。いやー釣れそうだけど130のテストじゃないですか。はい、150の花形 A モデル、S 字がワイド、S 字がワイドな代わりにゆったりしますね。だからちょっと頭下がりなんでやっぱレンジが入る。前から2番目のウェイトが大きいですね。お食ったよ。よいしょ。お目の前。お70サイズですかね。ターンして上がってくるとき食いましたね。この A タイプは上下にも出るんでアクションが多分ターンしてきて、いやー太いな。もう一回暴れそうな気がするんだけどいっちゃうかな。落ちちゃった。ここに乗ったのに70後半ぐらいあったけどな。ごめん、割らしてしまった来ましたね。上流から流してる時にもう気持ちレンジ入れたけど、はい、よし食ったよし。ターンした後だね。いい S 字出してるんですけど、おおそんなに大きくない。60ぐらい。いや、いい食い方ですね、ハーモニカ。元気。あ、ハーモニカが外れてる。まだバラそう。あ、フック一本になってるし。あ、外れる。よいしょ。はい。綺麗な魚です。はい、70センチジャストぐらいですね。70センチ。1本目、とりあえず70オーバー。70センチです。ですね。はい、バイバイ。いや、いいですね。はい、続いて F1 ですね。これがシンキングでスネコン130に一番近いモデルです。一応これにしようかなと思ってて、やっぱ沈んでくんで上流からレンジ合わせられるのと、頭下がりの姿勢が少ないんで、まあこれかなって思ってますけど、群れが回ってきましたかね。立て続けに2つ流れに上手に流すルアーの流し方動画っていうのが自分のチャンネルで上げたことあるんですけど、それをもう丁寧に実践するだけです。で、何かというと、ルアーの前にリーダーがね1ヒロついてるんですけど、その1ヒロのリーダーに水を当てない、水を切らない、
ただ水と完全に同調させて流すというイメージでやったら、ルアーが一番自然に引っ張られるでもなく、なんていうのかな、一番こう生き生き泳ぐんですよね。でプラスその魚に対しての波動の側線への刺激の出方が、糸の部分がほとんど水の中で、その魚がねセンサーとして探知してる波動なのか水圧なのか分かりませんが、そういったエネルギーを出さないので、もう完全に水の流れる水に乗っけてリーダーを流すっていうイメージでやりましょうっていう動画があるんですけど、もうスネコンはそれが最たるとこで、それができない人は多分スネコンの使い方がよくわからないってなっちゃう人なんですよね。ルアーフィッシングに限らず、例えばテンカラ釣りって渓流の毛針釣りやった人ならわかると思うんですけど、もう糸引っ張ったり、糸に水当てすぎたり水を切ったり引っ張ったら全然釣れないんですよ、ニジマスとかイワナ、ヤマメって。でも完全に同調させて本当に綺麗に同じように流して初めて食うんですよね。あれが究極の釣りだと思ってて、ルアーフィッシングも全く一緒です。でルアーになるとなぜかこう引っ張っちゃうイメージがあるんですけど、本当に上手い人はみんなその流すっていうのが上手なんですね。でライン先行とルアー先行の流し方ありますけど、肝はどっちも一緒で、リーダー部分に水を一切当てないでトワーンと流していくっていう。それでもねルアーは動きます。ウェイク系はブルブル震えてるし、バイブレーションなんかもブルブル言いますね。でスネコンなんかは背筋を描きながら右から左に今だったら流されていく状態で、それをねやるときね130はとても難しいんですよ。なんていうかな、軽いルアーなんで大きさに対して軽いんですよね。だから水と同調させられているかどうかの判断がとても難しくて、90の方がまだ楽かなって気がするんですけど、150はねそれがすごい楽です。多分誰でも今言った話ができると思うので、ちょっと大きいのが釣れそうな大場所で150を流す練習したらめちゃくちゃルアーフィッシング上手くなるんじゃないかなと思いますね。どう収まったかな。コーヒー飲みたい。コーヒーをいつものボトルに入れてきてないんでお湯沸かして飲みます。さてお湯を沸かしますよ。はい、コーヒーが入りました。あっちうまい。熱い。これは飲めない。ちょっと巻きを入れて早めの S 字、クイックな S 字でどうでしょう。もうシーバスだった。うわあゴンってきて飲んなかったんですけど、そのシーバスがエラー洗いしましたね。さっきのライズの主かな。今投げてる方向にすごいこの白が濃くて、巻いてる間ずっとゴン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 いってるんでシーバスもついてます。地合来ました。地合今日一でベイトに当たるんで、この白が川の上の方から降りてきて、ここもまた降りてっちゃうんですけどね、多分それが抜けるまでがサジェシオ最後の地合ですかね。この投げた先多分水深 1m ぐらいだと思うんですけど、満潮時だと 3m あるんで、3m だとでも同じ水が流れるにも水深 3m と水深 1m じゃね、流れのスピードが3倍変わるんですよね。水の量が同じだとすればね。だから浅いとこほど速く流れる、この速い流れの筋を見つけとくことが大事です。ダメだ、出し切れん。あ、奇跡が起きた。先週なくした俺がね高切れしたスネコン帰ってきたよ。うお5日ぶり、マジでうおもっと全然 100m 以上向こうで高切れしたんですよ。80オーバー釣った後の次のキャストで高切れして、うわーちゃんとリーダー見ときゃよかったみたいな。スネコン150でスネコン150を釣りました。ってことは今ボトム捨てたのか。やっぱそれじゃダメなのか。わ、すげえことした。よかったです。地球ゴミを出さずに回収できてめっちゃよかった。帰ってきたスネコン。はい、じゃあそれではですね、ちょうど干潮潮止まりってことで3時間ですかね、3時間の釣り
たでスネコン150のねテスト主体だったんですけど、こんな感じで日々ルアーを作っております。まあこのやり方がベストかどうかわかんないですけど、とにかくフィールドに通ってで、使っててね、大事なのは何より楽しいことっていうのを意識してて、投げたいから毎日行きたくなるようなね、テストっていうよりはなんか自分も使いたくて釣りに行くという感じのルアー作りをしております。で2024年多分スネコン 150S かな出てくると思うんで、ぜひねお手に取って使ってみてください。ということで今日のハイライトは、数日前になくしたスネコンが戻ってきたことですそんなことがあるんだなって感じですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。